間違ってレース模様を編んでしまった場合ですね。ここで間違ったのは写しを使って移動すればいいんですけども、2段下のところのレース模様を間違った場合にどのようにするかのご説明をしますね。まず2段ほどきます。どのぐらいほどくかと言いますと、この3目一度にしたり寄せ目をしたところ、関わっているところの目ですね。でもう1段ほどきます。2段下の間違いですのでね。でこれほどく時に気をつけていただきたいのはここですね。この3目一度にしているところ、ここが3目がそっくり針にかかるようにほどいてください。きちんと3目乗ってるようですね。そうしましたら元に戻します。でこれは左。そうするとこっち側の手前は右なのはずなんですけれども、寄せ目をここで2つしてますので、これが向こうに行かないんですね。そのためには先に寄せ目を移動して、そして本来の場所に目を戻します。先ほどの模様を再現するんですね。穴の開いてるところの上に2目一度、3目一度をしまして、2目寄せ目ですね。でこれが2段下の模様だったんですね。でそれをここにほどいた糸で編み直します。でその時に上の段下の段間違わないようにしてください。で引っ張ると最終的な段が見えると思います。こちらが最終的な段ですので、先にこちらを編んでいきます。これはただの掛け目。今編んだ目が均等になるようにしてください。で最後の段をもう一回編みます。これでさっき間違えてたところは補修ができました。でここに新しくまた模様を作っていきます。3の写しを使う時の注意点などご説明します。そしたら手前まで持ってきてベラを開けます。寄せるのはこの123つなんですけれども、かけて写しに入れた後、このベラを開くようにして写しの中に入れてください。はい、そして並んだ隣の針に一緒にかけてあげてください。はい、これ慣れるとすごくスムーズにできるようになりますので練習してみてください。はい、後ろ身ごろです。脇の減らしは前身ごろと同じように減らしまして、この肩先まで今編まれています。でここからは肩の引き返しとあと襟ぐりの減らしになっていきます。肩の引き返しは前身ごろと同じで12段31目を引き返していくということですね。ですので数字も
44444555、これを2段ずつやっていくということです。襟下がりは2センチですから8段にしました。でここの襟の丸みなんですけれども、やはり前身頃と同じようにできるだけ引き返しをしたいと思ってます。2段ごと2目2目2目6目の引き返しをこの辺りでやっていくというふうにしたいと思います。で右側の方の襟焼きは35目、左側の方は34目になってますので、ここの平らの目数が1目こちらの方が少ないということになります。こちらを編む時には中心、ここ背中心ですけども、背中心から29目が平らで6目足すと35目、ここからここまでは35目というふうになっていきます。どのように編むかと言いますと、肩下がりは12段、襟下がりは8段ですので、その差4段は右左右左というふうに引き返しをして、その後にはもう右側だけ襟を引き返しをしながら肩も引き返しをするというようなやり方でやっていきます。はい、キャリー位ですが引き返しにしてください。キャリー位の内側からじゃないと引き返しの針は出せませんので、左側の方を先に4目出しまして1段編みます。これで4段編まれましたので、こちらの部分だけを編みたいと思います。そうしましたら、ここから平らの分ですね、29目、こっち側29目以外の左は編まない位置に針を出します。これで3回目で、襟ぐりは35目まで引き返しがされてます。はい、もうここはかけません。で編む位置に編める位置に戻して、ここからここまでの肩の目数を全部編んでいきます。捨て編みをして終わりますけれども、肩張りをする分を残して切ってください。一往復してこれを編み落とします。いらない針は向こうに押し込んでください。そうしましたら、次に中心から右側の平らな目数を捨て編みしていきます。いらなくなった針は押し込んでください。次に左側の方の襟ぐりと引き返し、肩の引き返しがまだ途中でしたので、それを引き続きやっていきます。こちらは先ほど4目を2回出してたんですね。1回2回で、今度3回目の引き返しですので、この針が出た状態にして、他は編める位置に持っていくんですけれども、はい、ここで平らなとこですね。こ
こは編みません。中心から28、はい、この平らは編みません。襟ぐりの引き返し、肩の引き返しを引き続きやっていきます。はい、28までは編まないで、はい、ここから29からですね。でこっちは4が3回12目出てます。糸はここからここを編みますから、出てる針と出てない針の間にかけてください。これでここからここまで34ですね、3回目。ここからここまでを編みたいので、編める位置に戻しまして段消しをします。片編み分を残してステアにします。あとこちらもステアにしますので、引き返しレバーを平編みにして編んでいきます。前後身ごろができましたので、片側の肩だけを剥ぎます。でその後に襟のレース模様を編んでいきたいと思います。肩剥ぎですけれども、私は右利きなので後ろ身ごろで残した肩の糸をですね、左側の方に来るように中表で合わせてベラ越しをして巻き止めをしていきます。押し込みます。1目ずつだけがかかっている状態であることを確認してください。でこのように細めの糸で巻き止めがしにくい場合は2段ほどはっきり分かりやすい糸で編んで巻き止めをするとやりやすいと思います。そうするとこの赤とこのグレーの境目がはっきりしてきますので、グレーを巻き止めしていきます。これが後ろの肩で残した糸ですね。端1目目に上から入れて左側の方に出してください。2目目と1目目、3目2目、肩が剥げましたので襟ぐりの広い目をしていきます。襟ぐりの広い目の計算をご説明します。前襟ぐりは襟焼き半分で12、12で襟下がりは6センチでした。
後ろは襟下がりが2センチで、同じく中心から12、12センチ、はい、これをですね、実物大の製図に書いたものがこちらになります。これはなぜ実物大の製図に書き換えるかと言いますと、実際編んだものはここからここまでの正確な数字が出ないんですね。編み物ですとどうしても伸び分がありますので、何回測っても同じ数字がなかなか出てこない。でももともとこのように編まれてるはずですので、実物大の製図を書いて襟ぐりの寸法を求めました。前襟は15センチ、後ろは 12.5 センチです。はい、襟のレース、総レースにしたいと思いますので、10センチのゲージを測りました。10センチ27目です。で、それをそれぞれ後ろの背中心から肩まで 12.5 を 2.7 でかけたら 33.7 という数字になります。前はここの赤いところですね、15センチになりました。 2.7 をかけると 40.5 という数字になります。ですのでこれとこれを足して、はい、半分の身ごろの方の襟も足しますと全部で 148.4 という数字になります。で、これは身ごろでも説明しましたように24目一模様ですから、とじ代を両端 1.5、1.5、左右で3目、それを引いて24で割れる数字にしたいと思いまして、148.4 が本来の数字ですけれども、147目拾うという数字にします。で、これは内訳は147から 1.5 目 1.5 目の3目を引いて24で割ると、この模様が6個つながって完成するということになります。具体的に147になるように数字を入れていきたいと思います。前身ごろからは41目と40目を拾います。そうすると後ろからは33目拾います。で、こっち側も33目拾うと全部で147拾うことになります。前襟はここから40目拾うことになっています。で、拾い方はここ前引き返ししてますので、2本掛け目がかかっているところを気をつけながら拾っていってください。で、この段からは7目ほど拾いました。あとここで余った目は2目一度にしていきます。3箇所ぐらいあります。ここで2目一度にしますね。で、引き返しのところ、2本かかってるところはかけない方がいいですね。できるだけ引き返しのかけ目のないところで2目一度にしていきます。前中心から左40目、右41目、肩まで拾ってますね。で、33、33拾いました。はい、引き返しの目ですね、ほとんど。この前襟のとこだけちょっと段から拾ってます。で、余分な目は2目一度にしています。で、ここから襟をレース編みをしながら編んでいきます。レース編みは裾のレース編みと一緒です。はい、襟の部分は48段編みました。6列ですね。今穴が開いている状態からあと4段編んで捨て編みします。はい、襟の捨て編みしたところはかぎ針で伏せ目をしていってください。
頭が入るところなのできつくしないようにしましょう。